皆さん、ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナによる本格的な反撃作戦が行われています。これに対してロシア側は、ウクライナ軍の攻撃は全て失敗し、ウクライナ軍は凄まじい被害を出していると発表しています。こうしたロシア国防省の発表が果たして現実と合致するものなのか、今回はそのことについて取り上げていこうと思います。なお、ロシアのペスコフ大統領補佐官は、ウクライナに対しては停戦協議の可能性も一応あるよという話を行っています。ただし、その前提条件として、ウクライナ側がルハンスク州、ドネツク州、ザポリージャ州、ヘルソン州について、これらがロシアの領土であることを認めることを前提としており、これを認めないウクライナは全く話にならないと、あくまでもウクライナが抵抗するからこの戦いが終わらないなどということを言っています。ロシア側のこうした言いたい放題というのは残念ながら戦場の勝敗がはっきりとすることによってしか蹴散らすことができないのが現状です。さて、それでは現在の戦況はどのように報じられているのか、ニュースと現地から上がってくる動画を見ていきましょう。ウクライナ集落奪還作戦が進展。ヨーロッパはエネルギー問題に対応を急ぐ。ウクライナのゼレンスキー大統領は先週開始した集落奪還作戦が進展し、東部ドネツク州の一つの集落と南部の2つの集落をロシア軍から解放したと明らかにした。ただ、戦闘が長期化する中、ゼレンスキー氏はヨーロッパ諸国に対し、ロシアが今年の冬にエネルギーで決定的な打撃を与えるつもりだと警告。ヨーロッパの首脳らはエネルギー価格高への対応を急いだ。ロシアは欧米の制裁や技術的問題がロシア産エネルギーの供給途絶を招いているとしてきた。これに対しヨーロッパ諸国は、ロシアがエネルギーを武器化していると批判している。欧米ではエネルギー不足と生活コスト高騰に国民の不満が高まっており、アナリストの一部は冬の到来を控えて各国政府が国内対応を優先すれば対ウクライナ支援の縮小につながる可能性があると指摘する。ロシア国営ガスプロムは先週末、主要ガスタービンの油漏れ発見を理由として海底パイプラインノルドストリーム1を通じたヨーロッパへのガス供給再開を無期限で延期。ドイツのショルツ首相は、これまでの準備により、冬の暖房シーズンを乗り切ることができると説明。物価抑制策やインフレ対応の経済支援も約束した。また、ロシアはもはや信頼できるエネルギーのパートナーではないと断じた。これに対し、ロシアのメドベージェフ前大統領は、ドイツがロシアにハイブリッド戦争を宣言したと主張した。ロシア側としては、エネルギーの輸出をヨーロッパ側に対して行わないぞというのが一つの外交の大きな武器となっています。しかしそれによって、ロシアに対する反感というものは強まり、この反感と同時に起こっている生活苦との綱引きというものが各国で起こっている状態です。それではウクライナの戦況を見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表しているレポートに基づく地図です。緑と黒で丸付けられているところが激しい戦いが起こっている箇所です。この地図はドニプロ川の大きさを少し誇張していますが、このドニプロ川の西側地域は今まさにウクライナ軍が激しい攻撃を行っているところで、そのため丸印というのも非常に多くなっています。そして、この戦場を説明するときに私が欠かさず言っているのが、この川を渡るためには3カ所しかなく、この3カ所が現在のところ、大型兵器が通行不可な状態になっていることです。そして、記事の中で奪還した村の一つがビソコピリアの村です。病院の屋上にウクライナの国旗を掲揚し、改めてこの場所はもうロシア軍の占領から解放されたことを宣言しています。ロシア国防省の言うように、ウクライナ軍の攻撃を全て撃退したというのであれば、この写真はフェイクニュースということになります。しかし、この村にはすでにロシア軍の姿はないことが戦況レポートして上がっていますから、ロシア国防省の全ての攻撃を撃退したという話は真っ赤な嘘だということになります。次に、東部戦線の様子についても少し見ましょう。ここのところ南部における戦いが激しくなっているのに対して、東部戦線においては、戦いそれ自体はずっと継続的に行われているのですが、ロシア軍の侵攻は明らかに停滞しています。ウクライナ軍はこの地域においては、守備に専念することで足止めに成功しているのです。じゃあ全くウクライナ軍が反撃していないかといえばそういったわけではありません。東部戦線においてもウクライナ軍は一つの村を取り返しています。ここでのポイントというのは、これまで守備に専念していたような東部戦線において、
ウクライナ軍が反撃を行い、村を奪還したのは一体なぜかといえば、それは南部における戦いがいわば主な攻め手であるとすれば、東部戦線のようなこれまで守りに徹していた部隊が反撃に出ることによってロシア軍の隙を突くことができているのです。こうした側面攻撃というのは主な攻め手に対するいわば関心をそらす効果もありますから、油断していたロシア軍にとっては手痛い打撃と言えるでしょう。さて、それではもう一度南部戦線の方に話を戻しますが、ロシア軍はウクライナ軍の攻撃は全て失敗しているという話がしています。その中では、ドニプロ川にかかっている橋に対する攻撃も全て迎撃に成功しているということをロシア国防省は発表しています。ところが現実は非常なもので、ウクライナ軍による攻撃がまさに炸裂しているところを現地の人がスマートフォンで撮影してインターネットに投稿しています。なお、ロシア軍はハイマースによる攻撃などに対しては防空ミサイルを使ってこれらを全て迎撃成功したと発表しています。またロシア国防省は真っ赤な嘘を真顔で発表していたということです。続いては、ヘルソン州における戦いでウクライナ側がロシア軍が戦場に残した歩兵戦闘車を鹵獲に成功したというこちらの映像。こちらの方もウクライナ軍の攻撃を全て撃退したというのであれば、このように兵器を鹵獲されたというのはなかなか変な話になるでしょう。そしてウクライナ軍がロシア軍の防衛線を突破することによって残された兵器を回収してこんなにたくさんの物資を得ることができたという映像も投稿されています。ロシア軍の方はウクライナ軍の攻撃に対応するために前線に対して対戦車砲などを大量に送っていたようです。しかし、これだけの物資が残っているよとウクライナ側が公表するということは、送られた兵器を使うこともなくロシア軍の兵士がもうさっさと逃げていったということを意味しているようです。激しい戦闘が起こっているところもあるわけですが、逆に言えば言ってみたらもうすでにロシア軍は陣地を引き上げた後で物だけが残っていたよ、そうした映像なども投稿されています。ウクライナ軍の兵士たちにしてみればちょっと拍子抜けするでしょうが、戦わずに逃げてくれた方が基本的にはウクライナ軍にとっては被害もなく占領地を奪還できるわけですが、これはこれでありでしょう。このようにウクライナ軍にロシア側の兵器や武器といったものが次々と渡っていることに関して、もしもロシア国防省に激しい突っ込みを入れたらこのように返すかもしれません。かつてスネーク島から撤退するときにロシア国防省はこのような発表を行いました。それはロシア軍の善意に基づく行動でロシア軍の部隊は配置転換をするのだと。今回の事例について言っても同じようにウクライナ軍に対して兵器や武器が渡り、そして前線を明け渡しているのはロシア軍の善意による行動だと言い張るかもしれません。そして物資を残していくその中においては部隊章などもそのまま残されることもあるようです。こちらの物資の中で出てくる腕章などからこの陣地を担当していたのは黒海艦隊の沿岸防衛旅団だったそうです。黒海艦隊は軍艦だけではなくそれに付随する形で歩兵たちもいます。しかし船乗りたち以外の歩兵についてはヘルソン州の防衛にかなり振り向けられていたようです。クリミア半島から防衛のために引っ張り出されてきた兵士たちというのは形勢が不利と見るやすぐに逃げていった可能性があります。なおロシア国防省はウクライナの攻撃を撃退すると発表すると同時にウクライナに対して大きな打撃を与えたとも話しています。この点については確かに犠牲者はたくさん出ています。ウクライナ側の都市部などに対する攻撃などで民間人が連日のように毎日多く亡くなっています。民間人に対する攻撃は私にしてみればウクライナ軍への攻撃には相当しないと考えているので、ロシア国防省の発表は全く間違っていると思います。しかしロシア側のこうした見解は一体なぜ出てくるかといえば、それはゼレンスキー政権はナチス政権であり、それを支えるウクライナ国民はウクライナ軍同様ナチスの支持者として攻撃対象だ、だから殺してもいいんだという理論を使って軍人と民間人を一切分けない攻撃を正当化しているのです。またこうしたロシア側の発表に基づいて日本国内でもプロパガンダを何とか広げようとしている人たちがいます。例えば今回ご紹介した話の中で言えば、ほぼほぼ使えるような状態の歩兵戦闘車、もしくは今回紹介しなかった戦車などもウクライナ側は鹵獲しています。こうした映像などはロシア派の人たちにしてみればフェイクニュースだとコメントをつけることがあります。それは一体なぜかといえば、
もしも自分がロシア兵士であれば、このような使える状態で兵器を残すことなんて絶対ありえない。絶対ありえないことが起こっているんだから、これはフェイクニュースだという指摘を行うわけです。しかしこれはあまりにも自分がそう考えるから現実もきっとそうであり、それに話が符合しないものは全てフェイクニュースだというかなり無茶苦茶な理論だと言えます。現場において一体何が起こっているかといえば、これは今に始まった話ではなく、ロシア軍による本格的な侵攻が始まって以来ずっとあることなのですが、ロシア軍の兵士は逃げ出す時には兵器をそのまま手つかずで残していくし、持っていけない装備品などもどんどんとその場に残していくのです。ですから、戦場の現実はむしろ兵士は自分が逃げた後どうなるかなんて全く考えていないよというのが現実であって、決して頭の中で私だったらこうするというのを現実に無理やり当てはめようというのはかなり無茶な理論だと言えます。しかし、ロシア側のプロパガンダを何とか信じたいと思っている人たちは、そのような現実を無視した発言というのを今でもなお続けているのです。ただし、ロシア国防省の言うウクライナ軍の攻撃を全て撃退したというのはあまりにも大げさ、嘘、紛らわしい話ではありますが、だからといって現実の戦闘が全てうまくいっているわけでは当然のようにありません。ウクライナ軍の進撃は全ての地点において成功しているわけではありません。固く守られた陣地というのは当然のようになかなか攻略することができません。例えばそのことを表しているのが、戦車が足りない地域があるということです。対戦車ミサイルジャベリンのような戦車を撃退する兵器というものが非常に注目されるようになって、戦車なんて無用だということを公言する人なども結構出てきたのが今回の戦争だと言えるでしょう。しかしそれはあくまでも待ち伏せ攻撃の時に歩兵に有効な兵器があるという話であって、かっちり固められた陣地に対して攻撃するときにはどうやろうとも地上戦力には十分な装甲を持った主力戦車が必要なのです。そのためにうまく進軍しているところにおいてはいいのですが、戦車が足りない地域においては装甲兵員車につけた機関銃頼りで前進するなどということもあって、ウクライナ軍の一部では大きな打撃を受けているのもこれもまた一つの事実です。すべての箇所でうまくいっているわけではないけれども、しかしロシア国防省の言い分というのがあまりにもデタラメすぎて、実際の戦場がどうなっているかが少し分かりにくくなっているというのが現実だと言えるでしょう。今回取り上げた話の一番重要なところは、そうした誰が何を言っているかということを検証するときに必ず現実一体何が起こっているのかという話を裏付けとしては探してくるべきなのです。ウクライナ政府は戦闘や作戦の詳細などについては基本的には後から発表することが通常仕様で、ロシア側のようにフェイクニュースまみれのデタラメをダラダラと喋るということがありません。ですから声のデカさだけではロシア側の方が圧倒的に大きいわけですが、現実から再構築した一体何が起こっているのか把握した場合、ロシア側は真顔で嘘をつきまくるということがわかりますし、またウクライナ側の発表は水増しもあるんだろうけれども、少なくともロシア側ほどひどいことではないというのもまた一つの事実だと私は思っています。そうでなければ、すべてのウクライナ軍の攻撃を撃退したはずなのにもかかわらず、なぜ占領されていた地域にウクライナ軍がすでに入って前線を押し上げているのか、そしてロシア軍の陣地でなぜ兵士の姿がもうすでになくなっていて大量の物資が残されているのか、こうした現実にロシア側の発表はあまりにも辻褄が合わないのです。そして様々な辻褄が合わないということをもう一つ言えば、本格的な侵攻が始まった初期においてはロシア側の意見をバンバンと代弁するようなことをしていた人たちが月日の経過によってどんどんと主張というものが少なくなってきているのです。情報を継続的に発信すればするほどその嘘デタラメというものが目立つことになりますから、発言もどんどんとしにくくなっているのでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ロシア国防省はウクライナ軍の反撃が全て失敗に終わってウクライナ軍は大打撃を受けているといった話をしていますが、現実においてはロシア軍の兵士が前線から逃げ出して鹵獲された兵器、武器といったものがウクライナ側に渡っています。しかしこのような自分たちがウクライナ軍に押されているんだなどということは結局のところロシア国内では報道管制しなければなりませんから、常に作戦はうまくいっていると言い続けなければならない、そのような病気にロシアはすでになっています。このようなロシアの病気を治すためには結局のところ戦場においてウクライナ軍が大きく占領地を奪還し続けるといったことが必要になるでしょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。